足じゃねえなと。ボタンを押すんだったら手だな。手のひらでですね、またターンパンチを貯めてしまおうと。ボタンの位置なんでここなのかっていうことなんですよ。人間工学エルゴノミックスに基づいて、離す時はこうひねり打ちする、ひねり打ちの感覚です。これなんならここまでいっちゃうよ。やっぱ手だな。皆さんこんにちは、ノート G の時戸でございます。今回は格ゲー研究室の第3弾やっていきます。格ゲー研究室というのはですね、格ゲーに関するさまざまな事象を科学的に解明、きっちりとね解明していく企画となっております。で、前回に引き続き今回も、デバイス編ですね。今まで僕が作ってきたデバイス、さまざまなものがありますが、それを紹介していきたいと思います。前回ですね、フットペダル、もうこれがねダメだったんで、やっぱね足じゃねえなと。ボタンを押すんだったら手だなってことに戻ってきまして、で、こちらのデバイスが出来上がったわけであります。こちらです。ドン。おやおや、ちょっと待ってください時戸さんと。何の変哲もないただのレバーレスコントローラー配置じゃないですかと。あれでもちょっと変わったところありませんか？わかりますね。こちら。これ今ですね、透明な、クリアなボタンの目隠し、ボタン目隠しです。がついているんですが、ここの部分にボタンを、配置して、手のひらでですね、またターンパンチを貯めてしまおうというデバイスでございます。で、これ、ここでボタンを使わないときは、要するにバイソンでターンパンチを使わないときは、こちらを封印してしまって、こちらのボタンを復活させると。で、バイソン使いたいときは、こちらを潰して、こちらに、持ってくると。今回はちょっとバイソンでやるっていうことで、変えていきます。こちらのコントローラー、基板とかその側は、パンクワークショップ第1回で紹介しました。そちらの、ものとなってます。で、ボタンはちゃんと潰しておくと。目隠しボタン。よし、これで OK。でですね、これ見えてますか？今こちらの上の画面、ボタンの位置。なんでここなのかっていうことなんですよ。僕は技術屋さんに手のひらで押せるボタンの位置で作ってくださいってなった時に、分かりましたと。図面起こしますんで正確な位置を決めましょう。ここで、ここにスペース結構あるんで、このうちのどこにしようかなと思った時に、とあるレッドブルアスリートの方が昔ですね、ハマっていたちょっと趣味がありまして、どうやらそのひねるっていうことを言ってたんですよ。彼はひねる技術があると。で、その時にしきりにやってたのが、ひねるっていうとこうかな2方向あるんですよ。でも彼がしきりにやってたのは、どうやらこっちで、どうしてなのかなってちょっと考えたんですよ。あの時あいつがひねる言っててこっち向きだったのはなんか訳があるのかなと。よくよく考えてみると、ドアを開ける動作とかの時に人間ってこうひねんないですよね。こうですよね。あ、そうか。だからこれ人間の構造上こっちの方が人間慣れてるんで、物の作り、例えばドアだとか、あとはその台とかもこうやってひねるように多分できてるんですよ。なのでちょっと左側にボタンの位置つけてます。これ人間工学エルゴノミックスに基づいて、こっちに寄せるってこともあったんですけど、右側に寄せたら短パンを離す時にこうでしょ。だからこれは人間の体作り上ないんですよ。
そうなんです。離す時はこうひねり打ちする、ひねり打ちの感覚です。これはですね、ひねりの一言がなかったら適当につけてたね。これは本当にもう頭が上がんないですね。さて、それでは実践編の方に行ってみましょうか。はい、もうさっきとはもう全然違う。これもうなんならここまでいっちゃうよ。これはね、もう本当にいい完成してます。だからこれ別にお蔵入りになってないんですよ。ただ俺がバイソンを使わなくなっちゃったからこれを使ってないってだけで。はい、じゃあこれちょっと小作さんの方もぜひ。ひねったことある？ないっす。ひねったことない？ひねったことないですよね。ないんだ。ひねったことないとちょっとね。で一回出してみ。あ、そうそうそう。そういうひねり方。なるほどなるほど。学生時代。結構離れてないんだよ。確かに。前回撮った前回のフットペダルの時とちょっと感覚をリンクさせて。これめっちゃ抜きやすいわ。なんですよ。本当だ、全然違うわ。やっぱ手だな。全キャラでこの配置にしちゃうと、やっぱここね邪魔してくるから、そういう時はこの透明のあれでちゃんと目隠ししてこっちにボタンを付け替えると、これで両対応です。確かにこれちょっと確かに押しちゃいます。そう、勝手に押しちゃうから、勝手に押しちゃう位置でやってるからこそ手が疲れない。確かにそういうことなんですよ。さあ、それでは小田さん、こちらのエルゴノミクスに取ったこちらのデバイスどうでしょうか、感想は。いや、これはもう100点満点です。もう点数いっちゃった。これね、完成品なんで。なんかこのちょうどいいところに当たる感じなんです。そう、人間の手ね、その大きさとかもちょっとずつ違うんで何とも言えないんですが、基本的にはそうやや左側に配置することでこちらのひねりに対応するようにボタンの位置を作っていただければ大丈夫だと思います。ここにあるとこう離さなきゃいけない。こう離すよりもやっぱこうなんですよ。本当にそうだ。ということですので、バイソン使いの方は皆様ぜひともこちらの方でやっていただいて試していただければなと思います。はい、以上第3回格ゲー研究室でした。今後もね、過去の作品たちをどんどん紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。新しいコントローラーのアイデアなんかがありましたら、ぜひともコメント欄で教えていただくと、もうね、すぐ、実践するのには定評のある男なんで、そちらの方をお任せいただければと思います。それではまた。